はい、どうも、ダニエルです。ですね、当の本人は全く気づいてなかったんですけど、最近周りからこう言われまして、どうやらこの動画が、僕のメインチャンネル100本目の動画らしいです。全然気づかなくて、当の本人はって感じだったんですけど、いや、意外と100本も動画上がってたんですね。こんな更新頻度低いのに。で、つい最近ですね、チャンネル登録者様が40万名様を突破しました。今後ともどうぞよろしくお願いします。で、今回の料理なんですけど、こんなおめでたい日だからこんなものを作りましたっていうわけでもなく、いつも通りの感じでございます。今回作っていくのは天津飯なんですけど、王将さんの裏メニューで天津チャーハンっていうのがあると思うんですよ。天津飯の中がチャーハンみたいな。今回はそちらを目指して作ってます。で、これから始まる本編の方の動画はもう撮影が終わってまして、今オープニングだけを撮り直してるんですけど、なので前置きはこの辺にしておいて、さあさっき今日も作っていきましょう。今回の天津飯の下のご飯はすごくシンプルなチャーハンにしようと思いまして、卵はもちろん使うとして、具材としては焼き豚と白ネギと紅生姜だけでいこうと思います。いや、本当はこの焼き豚も自分で作ろうと思ったんですけど、ちょっとめんどくさかった。ではまず最初に紅生姜と白ネギと焼き豚を刻んでいこうかなと思います。やっぱ普通に指切った。いや、普通に痛いわ。なんかこの感じ懐かしい。で、この長ネギの切り方でちょこちょことコメントをいただくのがありまして、僕いつも動画でこうやってダーってやってますけど、この切り方やなくて、こういう風に切り込み入れてからこう切る切り方。こっちのやり方の方が早くないですかってコメントを何回か拝見したんですけど、もちろんこっちの方が正直早いかなと思います。ただ、もうほんと微妙な違いなんですけど、長ネギの繊維ってこういう風に入っているので、こういう風に切り込みを入れてから切るこのやり方だと、ちょっと大きいものが出来上がるんですよね。このくらいの大きさの。なのでこれをもうちょっと細かいみじん切りにしようと思うと、こういう風にさらにみじん切りをしてあげる必要があるんですよ。ただこういうみじん切りって繊維を壊す切り方なので、繊維を壊すというか繊維を潰すというか、ちょっと水分が出てきちゃうんですね。べちゃっとしちゃうんですよ。ほんと微妙な違いなんですけど。だから僕は基本的にこれがあまりしたくなくて、僕がいつも切ってるこういう切り方って、このくらい細かい切り込みが入るので、こんくらい細かいものができるんですよ。だから最後にこうやって細かくする必要がないので、僕はいつもこの方法をするんですよね。で、ちなみにちょっと味わいっていうか食感もちょっと違うんですよね。こう切り込みを入れたやつって、こう、ジャキジャキ感が残るんですよね。繊維というか、繊維を感じるんですけど、こっちは細かい切り込みが入ってるんで、ジャキジャキというか、シャキシャキ感が出る感じですね。ほんと微妙な違いなんですけどね。あとは、ちょっとこうやって切った方が、かっこいいって。っていうことで長話終わり。なんか長々と話しましたけど、自分の指を切るようなやつの話に何の説得力もないって感じですよね。はい、これでチャーハン用の具材の完成ですね。ではこれから天津飯の卵の中に加える具材の準備をしていこうかなと思います。こちらもすごくシンプルに長ネギとタケノコと乾燥椎茸でいこうかなと思います。で、今回のタケノコはですね、内側のこのヒラヒラっていうんですかね、ここのビラビラ、それが今こっちに入ってまして、こっちは今回は使わないので、これは今度炊き込みご飯とかなんかに使おうかなと思います。で、この乾燥椎茸と戻し汁ももちろん使っていきます。この中では乾燥椎茸のグアニルさんがもうグワニルしてますからね。ちょっと何言ってるかもうわかんないけど。ではまずこちらの下準備から行っていきます。
これで下準備完了。僕の動画を昔からご覧の方はもうね、おなじみと思いますけど、僕のチャーハン作りに欠かせないものがこれですね。木製のスプーン。木べらとかじゃなくて、ここの先端部分がすごく尖ってるというか、面積が狭いので、ご飯を潰すことなくパラパラにできるんですよね。結構おすすめです。決まった。よし、終わり。よいしょ。よいしょ。ではこれから天津飯の上の卵の部分を作っていくんですけど、ものすごく大事なものを忘れてました。カニかまぼこを裂いたものですね。やっぱこれがないと天津飯は成立しないですよね。では最後にあんを作っていこうと思いますので、そのあんの材料をここにむっと並べてみようかなと思います。せーの。こちらからケチャップ、砂糖、お酢、薄口醤油、紹興酒、ごま油、水溶き片栗粉ですね。で、今回の比率が5対2対2対1よりちょっと少ない1適量って感じです。ちなみに今回のあんは、関東風というか東京風のケチャップベースのあんにしようと思ってます。何気に僕まだケチャップベースのあん食べたことないんですよね。ちょっと結構楽しみなんですよね。んで、これ全体を1として、だいたい 3.5 倍から4倍くらいの、鶏ガラスープで割ろうかなと思います。何分初めてなもんで、多分このぐらいかなと思うんですよね。はい、これで天津チャーハンの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。天津チャーハンで、こちらにあるのが乾燥しいたけの戻し汁になんか今回余った食材のしいたけとかたけのことかいっぱい入れてたらなんか美味しいものができてやったーってなったスープ。なんかほとんど何も考えずポポポポってなんか入れてたらこんなものができました。シャード早速食べていこうかなと思います。いただきます。
ああ、体が潤うね。今回は汗をかけすぎましたね。チャーハン作りでね。じゃあ食べていこう。ああ、うまっ。いや、もちろんケチャップとかこのあんの、なんていうの、酸味も効くけど、それ以上に乾燥椎茸がすごいね。今回ちょっといい乾燥椎茸を使ったんですよ。花どんこってやつ。いや、やっぱ食感も香りも全然違うね。うまっ。ちょっと時間かかったけど、チャーハンにしてよかった。チャーハンがうめえ。いやでも面白いもんですよね。同じようにご飯と卵とケチャップベースのやつってなったらオムライスがありますけど、オムライスはそんなにこうビールと合うってイメージないですけど、これは天津飯はめっちゃ合いますね、ビールに。一体何が違うんでしょうね。だから今回この形を作りたかったので、チャーハンを結構グッと押してたんですよ、これ。結構グッと押しても、結構いい感じにパラパラ。で、今回このチャーハンと、あと卵とこのソースというかあん、3つ全部に塩分が含まれてるんで、もしかしたらちょっとしょっぱいかなと思ったんですよ。でもチャーハン自体をちょっと物足りないぐらいな感じの塩分量に抑えてあるんで、3つ一緒に食べるとちょうどいい感じの塩梅って感じですね。なんか自分で言うのもなんやけど、なかなかうまいものができた。でもやっぱグリーンピースすごいね。風味がやっぱ強いね。あんな可愛らしい1個でもちゃんと風味がするもんね。てか面白いもんで、やっぱグッと下げとくんでしょうね。ここを、パーってこう広げると、めっちゃ増える。なんだろう、ネバーエンディング天津飯って感じ。ていうか僕が今福岡にいるってのもあって、やっぱ天津飯って醤油ベースのあんのイメージが強いんですよ。で、今回初めてのケチャップベースのあんですけど、この赤いあんもうまいっすね。なんていうか、チャーハンとカニ玉と、甘いエビチリを一緒に食べた時のあの感じがする。いや、ケチャップもいいね。てか、まず見た目が綺麗ですよね。っていうわけで残り半分ですかね。やっぱあんかけっちゅうのは偉大なもんでなんかツルツルっていきますね。ただここまで食べ進めてきて、今回のタケノコより卵とこう馴染みやすいようにこう繊維と垂直になんていうかな、切ってあるんですけど、どうせやったらこう繊維と平行に切って、より食感が残るようにしてあげた方がこう椎茸の食感とかと相まって面白かったかなって感じですよね。まあ正直この中にいろんな食感がもう入ってるんで、このチャーシューとかも入ってるんで、まあどうせだったらっていうレベルですけど、まあ次に生かそうかなって感じですかね。では残り半分も食べ進めていきましょうか。というわけで残りもあとこんだけって感じですかね。どうしよう、なんかちょっと眠たくなってきた。まあでも眠たいのも当然ですもんね。今朝の8時43分ですもんね。ちょっと夜更かししすぎた。ではこの辺からいつも通りのラストスパートといきましょうか。じゃあラストスパート。すげえ、そこヘリコプター止まった。お疲れ様でした。いやー、うまかったね。
いや、途中チャーシュー切れながら自分の指も切っちゃうっていうアクシデントはありましたけど、まあ結果的に焦げん美味しいのができてよかったかなって感じですかね。で、今回のケチャップベースのこのケチャップあんっていうんかな。いや、うまいっすね。まだちょっと余ってるので、どうしようかな。なんかあれ、ミートボールのあんみたいにしてもいいやろうし、酢豚みたいな感じにしても美味しそうですよね。まあ何かに活用しよう。いやー、それにしてもうまかったな。なんかもうちょっと作っておいて、なんか明日、明後日の分ぐらいまで作ってよかったなって感じはありますけど、まあでも言うて簡単ですからね、これ作るのもね。ちょっと熱いけど。また近々プライベートでも作ろうかなと思います。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。